さあ、始まりました。儲かるアラーム設定。その時買うのは君だ。今回スマートフォンの画像を新しく反映させてみました。いろんな株のチャンネルで、業績のファンダメンタルで丁寧な解説をしています。エントリーに適切なタイミングがあって、ではこのエントリーで、その業績いい悪いに関わらずね、全てがタイミングなんですよね。僕は毎日50銘柄を監視していて、適切な攻め時にエントリーをしている。だから利回り 30% は当たり前なんですよね。僕のメンバーで話し合う人たちも30っていう人もいるので、珍しいってことはないんです。で、前回の動画でさらっと説明したアラーム紹介知りたいっていう投票結果、20コメントくらいあって、全部知りたいの一択だったので、新企画作りました。いろんなおすすめの投資チャンネルはあるんだけど、足らない要素が僕あると思うんですよね。いや、いろんな説明があって、なかったらしい説明もある。でも、結局、人々が悩むのはね、いつ買うかっていうことなんですよね。エントリーの段階で勝敗は決まっていると言っていい。これを僕は打開策として、僕のファンとか、仲間が儲かればいいと思ってアルゴリズムの注文価格設定を行ってきました。このたくさんの再生数から需要があることが確認できますね。投資チャンネル他の銘柄をピックアップっていうこういうサムネイルがあって、僕はそれを参考にして買い時までね、アラーム設定っていう罠を仕掛けるんですよ。パクリじゃないかとかずるいとかもね、意味がないんですよ。投資っていうのは精神論、プライドが1円の利益には繋がらないっていうこと経験ありますよね。紹介されてもう注目が集まってるチャンネル、買い時を知らせるアラーム設定をね、一緒にやっていこうと思います。今回、この企画ができたわけは、YouTube のコメントでアラーム設定をもっと聞きたいという投資結果となりました。で、直近で僕がアラーム設定で、もうこの買い時順張りで儲かる確率が高いな、普通にっていう銘柄を紹介していきます。みんなに紹介してるっていうよりは、僕の好きな人たちが儲かればいいなと思って、今回ね、明治ホールディングス見てください。順張り上がってきてませんか？この日足チャートを見るとこう上がっていって、その週足を見ていてもね、この元に戻ろうとしている3800円のところに戻っていこうという動きしてますよね。出来高もこの下のあたりで大きい価格帯レンジがあるので、たくさんここら辺の人で買ってるってわけですよね。じゃあもうここから上がっていこうっていうのもあるし、大きな上昇トレンドになっている。さて、じゃあ価格設定ですね。みんなアラーム設定をどうすればいいかっていう。僕はこうしてます。上に3620円、下に3499円です。この3620円以上に行ったら上昇トレンドが継続しているっていうことなので、ここでエントリーして、僕だったらしますね。で、下がった場合、3499円を下回った場合、明治ホールディングスちゃんと値上がりを確認しないといけないから、この3499円を下回った場合、もう一回この上の値段を再設定する必要があるんですよ。じゃないと値幅の分エントリーが遅れて損することになるから。でも値幅が小さすぎると微弱なノイズみたいなもので反応してしまって買ってしまうってことになるので、極力自分の意思で観察しないっていうのが生き残る投資家でしょうね。明治ホールディングス証券番号2269、時価総額は1兆円近くあるので、そんなに吹っ飛びはしないし動かないですね。PER が 18.8 倍。これは雪印、メグミルクとか江崎グリコとか比較すると、普通かな。じゃあみんなの人間の意識、注目の意識と株価が反映されてるかっていう件、それはこう株価の動きに対して PER っていうのは反応していってるので、投資家が追従していってる感じですね。今上に動きつつある銘柄なので、僕だったらエントリーした方が無難かなと思います。売上がちょっと下がってるのが懸念点はありますね。セグメント利益は食品が大半で、医療品が、医薬品がおまけみたいなもので、いずれにしてもね、2021年から下がってる感じ。売上自体もあまり芳しくないので、上がりではないので、それとは業績とは関係なく株価が上がっていってるんですよね。配当成功も 36%。結構上限に近いですね。健全な銘柄の配当成功40っていうのは自己資本比率が 61.7%。これはいいでしょう。上出来。株主数のベースとしては個人が多いけど、発行株数のベースっていうんだったら金融機関と個人が多い。だから機関投資家の影響を大きく受けるし、やっぱり個人の影響も受ける。この急激な株価、これも個人と企業、機関投資家が買った、売ったでしょうね。いずれにしてもね、勢いに任せてエントリーするのがもう一回確認で、会社自体は健全で、上のアラーム設定、これだと3620円以上、これが鳴ったら買いのエントリーもしくは眺める。そして下の3499円に下回った場合は、この上の値段をもう一回再設定する必要があります。細かい説明は置いといて、次行きましょう。
突然見てください。このチャート。上がっていっていきなりガクンって下がった。これね、以前僕最近まで持っていて、ここからね、てっぺんアルゴリズムを設定してたので 3.5% 下落した。ここで売ってたんですよ。で、その3日後にわーって落ちた。で、すごい出来高。ここでめっちゃ出来高売ったっていうことはそれだけこの価格で買ったっていう人が多い。価格のボリュームバンドを見てもそうじゃないですか。だからここを起点としてまた上がっていくだろうなーって普通だと思いますね。この週足を見るとガクンと下がることが何回かあるみたいで。で、反動で上がる。月足。長期トレンドで見るんだったら上に向かっている。なんでこれで上がりを観察できたらエントリーすると儲ける可能性が普通に高いなと思うんですよね。勝つ勝負しかしたくないので、この通り僕の後ろ、頭の後ろ配当利回りが 4.5% あるので、別に長く持っててもね、時間が味方してくれるんですよね。そうですね、急激な値動きの理由は多分この時価総額が322億円で小さいからでしょうね。あとは不動株が 22.7% で多いので、機関投資家が入る大きく影響を受けやすいのか。大株主を見てみると、発行数のベースだと個人とその他の法人が大きな影響を受けているみたいですね。価格バンドでもね、ここで先にアラーム設定を言います。2323円。これを超えてきたらエントリーしていく。そして2246円を下回ったらもう一回上の再設定を行う。この値幅、上すぎたらね、それだけ値幅、機械損失で儲けられなかった、エントリーできなかったっていうことなので、加減がすごい難しいですよね。そして下もどこまで下がるか。あまりにも浅すぎたら通知が頻繁に来るのでイライラしてしまう。で、あまりにも下になってしまうと、そもそも下の通知の意味をなさないので、僕はこれがベストだと思っています。配当利回りも 4.5% ある。これは順張りのトレンドとこの反発を見越してのエントリーですね。そこに達したら僕はそこで買います。証券番号6455森田ホールディングス。セグメント利益が下がっていることが少し懸念点ではあるんですけど、これ何の会社かっていうと消化器なんですよね。消化器だから急に取引先がいなくなるってことはありえないんです。なので人口の減少とともに売上は下がるとは思われますが、微々たるものですね。インフレーションの影響を受けて株価が値上がりする恩恵の方が大きいと思っています。そして最近ね、ここ株価がガクンって下がったのでエントリーしていいなって。配当利回りも 3.1% だし、PR も 12.3 で高くないし、時価総額が小さい分ちょっと変動が大きいっていう懸念もありますけど、配当成功は 20% とか健全だったんですけど、最近は急に上がってきますね。増配減配しないっていう維持をやっているけど、売上利益は下がっていってるから反比例して上がっていってますね。はい、森田ホールディングスの価格設定としては1600円を超えたらエントリーしていいな。そして1483円を下回ったら上の値段アラーム設定をもう一回設定します。金融機関が持っている割合が多い。あと個人が多いから、あと時価総額の674億円の規模からして、こういう変動、チャートの癖になるんだ。ここ10年の売り上げは途中まで上がっていたんだ。ほぼ横ばいって言ってもいいかな。自己資本比率が上がっていってるから、固めていってるのか結構守りに入ってるんですよね。成長する産業ではないので、利益余剰金と現金同等物の推移。これは着々と貯金は貯めていってるようですね。だから配当金がなくなるっていう心配はないでしょう。次に僕が観察して買おうと思っている銘柄は、証券番号4005の住友化学。チャート図を見てもわかるようにずっと下がり続けているんですよね。株主優待ライダーがずっと難品買いをしている投資家としてアルマズ機構をやってるんだけど、これだけ下がっているんだったらトレンド変換した時がすごくわかりやすいし、ずっとね観察しています。ただ安くなったから買うっていうのは絶対にやっちゃダメで、上がりを確認して短期移動線が長期移動線を超えて、それが2週間とか1ヶ月ぐらいを継続して、ようやくね確実にトレンドが確定した段階でエントリーするのがいいと思っています。価格設定は350円に上のライン、下に320円。ずっと下がっていくので、今後もまた320円にタッチして、もう一回上を設定していくことになると思います。もう少し上の方でもいいかもしれないですね。PR の情報が欠落しすぎて、全く参考にならないんですよね。だから本当にここも得意な分野の銘柄でもないし、それは僕だけじゃなくてみんながそう不安に思っている投資家が多いから、このような株価になってるんですよね。配当も 2.7% でそんなに高くはない。他の銘柄の方がいいでしょう。ただ
観察としてこのアラームにしておくって感じ。証券番号5702大気アルミニウム工業所。チャートを見てみると、ずーっとね、横ばいだったところから、長期移動平均線がここでピタって止まって、動きを止めて上昇トレンドに向かっている最中ですね。トレンドが変換していると、この VWAP っていうやつが、線がこれで、その上に株価があるわけなんで、機関投資家がエントリーする条件を満たすんですよね。だから株価っていうのは、出来高も上がっていって上がりやすい状態になるんじゃないかな。アラームの設定は、上に1259円で、下に1100円。これは結構、配当利回りも 4.1%、あとは売上がすごい急上昇している。配当成功も最近上がったとはいえ 30%を切ってる。そしてセグメント利益は上がる予想。利益も実際上がっている。株価が低下して PR がこれだけ上がったってことは時系列、これは役に立たない。PR17 っていうと工業業界では少し高めです。ただこう売上が下がっていってるので、それが反映しちゃったからこんなに PR が下がったんでしょうね。一方で機関投資家がエントリーする条件、トレンドが変換が確認できているので、僕だったらエントリーするようにしています。もうね、最近業績がどうこうとか関係ないですもんね。株価の影響も上に業績が影響して株価に与える影響もいいので問題ないので、より上に上がる傾向が強いでしょう。証券番号7458第一交渉っていうのかな。チャートを見ての通り、長期移動平均線が鈍化していることがわかります。これは上昇トレンドの前触れですよね。これ毎回全部見る人って専業投資家とかでないとできないんですよね。で、月足を見ると2800円から下がってきてるのが、これからもう一回反発するぞっていう感じですよね。そういう未来、過去を見て未来が分かってくるので、エントリーして無難でしょうと。上のアラーム設定が2100円以上、そして下の再設定が必要な値段が1199円。売上はほぼ横ばい。そして利益が、少し改善が見られているのか気持ち上。そして減は、1000億円ぐらいある。これだけあったら減配はしないでしょうね。配当成功が50とか高めだから、減らさないか心配だな。そんなにそこまで持ってないと思うけど、業務用カラオケがセグメントの主な構成になっているみたいですね。コロナも明けたことですし、売上が改善していくのかな。業績と株価が全く連動しなくなってきてるんですよね。だからテクニカル分析やっていった方が資産が増えていくと僕は思っています。株価が下がっていったら普通は PR は割安になっていく。実際に下がっていっているので、次は証券番号7182のゆうちょ銀行。これは順張りのトレンドがずっと続いていますね。だからエントリーした人すべてがもう含み益の状態。配当利回りもね、僕が買った時 5% あって、売ってもう一回エントリーしようかなって。どこまで順張りが続くかわからないけど、アルゴリズムがあればずっと監視してくれるので、配当金はね、でも50円を継続するみたいなので、値段設定は上に1540円で、下に1503円。どんどんいきますもん。証券番号9946のミニストップ。株主優待ソフトクリーム200株でコーヒーがついてくるっていうのがすごく嬉しいところです。半年に1回でね、僕持ってます。で、これが何かどうかしたかっていうと、ほら見てください、チャート。ずっとね、横ばいだったんですけど、持ってて、最近ね、上蹂躙し始めたので、どうしよう、もう持っとかないと、儲かるように2、300株持ってた方がいいなと。で、今ほら、直近下がってるじゃないですか。で、今後また1580円を越すような勢いで上がってくるので、じゃあ、アラーム設定としては1534円。そして下に行くことってあんまり考えられないんですけど、1514円です。で、この設定値段以上に上がらなければエントリー絶対しちゃいけないので、ちゃんと上がりを確認してからエントリーして、それだけでもね、リスクを半分に減らすことができて、勝率をね、2倍に上げることができるので、もう売上とかもう指標とかもうどうでもいいです。どんどんいきます。証券番号2678アクスル。週足、月足で見ると上昇トレンドの最中で、直近押し目買い、日足を見ると押し目買いだと思うので、この長期移動平均線を超えてきたら上がりが確定するので、ここで超えた時点でちょっと上ぐらいでアラームをセットしておきましょう。で、それが2062円。で、下が1973円。この加減の設定がね、もう迷うんですよね。わかります。ここまで今まで言う人いなかったですもんね。もうね、どんな会社かっていうのはもう説明するのはめんどくさくて、そこは重要でもないし、業績がね、どうこうっていう根拠っていうのも、今は今回の企画はね、そういうのじゃないんで。はい、証券番号
6971京セラ。これも長期では、上昇のトレンドの最中で、日足を見て、こんなに下落するとは思わなかったですね。71円。3.3% 一気に下落するとは、おしめ買いでわっと思って、アラームを設定していきましょう。で、今ここの地点で、ここを超えてくればもう一回上昇トレンド再開。で、ここだとトレンドが、ここから下だとあんまり考えられないけど、ここトレンドになるかも。もう一回再設定が必要ですね。値段はこれです。アラーム設定ですね。上に2205円。で、下に2044円。これ結構すぐアラーム来ると思うので、もう一回来たら再設定を繰り返してください。で、めんどくさくなって、どうしよう。小春チャンネルまだ見てるかなとか、見失ったらもう一回このチャンネル見てください。もう一回この企画やってると思うので、はい、登録。次はイエローハット。日足を見てみると、これもトレンドが変わって、買い時だなと。もうここぞという買い時。ちょっと買う時期遅かったかな。次のおしみ買いの時まで待った方がいいかなっていうパターンです。株主優待も悪くなくて、300円券の優待がいっぱいもらえるんですけど、これね、1000円で1枚しか使えないので、結局、無駄遣いっていうかな、そういうのお金を使わないといけないので、メルカリで売ったら儲けます。でね、業績も全然悪くなくて上がっているんですね。意外と、車業界で意外と。配当成功も 30% 以下を切って、配当金自体は上がっていってるので、すごい有料な企業ですね。自己資本比率も 80% で超有料。PR も 8.2 倍なので、これもね、加熱感もない。なんで、今度またおしめ買い、そうだな、200株、300株、これも持っときたいですね。はい、アラーム設定。上の値段が1940円。これ上がってきたら買ってもいいな。そして、1769円。ここで再設定。次、証券箱9251の AB カンパニー。これも下降トレンドだったのが、長期戦に短期戦が当たってきてるので、転換時期かなと。時価総額がこれ147億円でかなり低いので不安定ですね。売上自体がすごい急速な成長、右肩上がり。で、セグメント利益は少し上がっていってるので、成長に投じているお金もすごく多いのかな。株価がお互いに適切に影響し合っていって、加熱感もないので、この売り上げに引きずられて上がっていく可能性が高いなと。週足チャートを見てもこれから上がっていって、1200円を目指すところ。さあ、ここで値段設定ですね。上が999円、下が930円。さあ、次行きましょう。サブチャンネルの話をします。そういえばね、チャンネル、そうだな、僕とチャンネルを一緒に運営していきたいというファンの人がね、集まってサブチャンネルを運用しています。で、僕が監視をしていて、で、収益化に特化した有益なチャンネルを目標に作っていて、で、あまり紹介したくはないんですけど、株主優待ライターっていうつまらない内容を、もう有益な内容をほんの少し、もうね、チャット GPT に要約させると2、3分で終わってしまうやつを20分ずっとだらだらと話すし、書籍の紹介とか、ですまーとか言うんですよね。で、それで全く有益な情報ではないし、ただ自分が見てつぶやいてるだけで画面収録の一発通りで結構長く悪口言ってしまったんだけど、とにかく、この有益ではないの、僕が好きではない、投資家としては絶対有益な情報じゃないでしょうって思うんですけど、再生回数数が68万回、しかもね、最近調子が良くて、先月比 9% 増し、チャンネル登録数に関しては 20% 増して1100人増えている。じゃあね、もうこの人の言うことをパクったら儲けるんじゃないかと思ってね。で、メンバーに、ファンの人にね、この動画を見てもらって、文字起こしをして、台本を作って、コンテンツを作ってもらっているわけです。丸パクリって言ってるんですけど、もう内容は全然違うものになっていますね。というのも、ファンの方が、資産運用でね、7000万円持ってる方なので、なんかもうオリジナルで違うものになってるんですけど、すごくいいものにできてるし、優待ライダーを見るより5分の要約チャンネルで済んで、すごいなって僕がすごい見てるんですよね。で、現にこのチャンネル登録者数がね、最近伸びが起きて、視聴回数もね、1月12日から始めたのに1万6000回超えたんですよね。やばいな。メインチャンネル越しそうだな。で、おすすめのインプレッションに関しては14万回を超えて、再生時間が400時間、440時間を超えているので、収益の目標である4000時間を超えるのも時間の問題ですね。で、儲けたやつ、利益っていうものは外注費に回していきます。今ね、ファンの方が自分の時間を使って投資として作業してくれているので、これをね、自動で回っていくようにしていきます。有益なチャンネルで僕も見て投資を行っているので、情報の密度で言うんだったら、こっちの方が、サブチャンネルの方が
儲けたい人はチャンネル登録した方が有益じゃないかなと思ってるんですよね。残念ながら。で、僕の場合は僕の意見とかね、思想ですね。あとはニートの僕だったのが、ニートなのにみんなから尊敬される資産1億円を超える VTuber になっていくぞっていう物語、そういうのを見届けていく物語ですね。それを提供しているチャンネルなので、またね、これって量産ができるはずなんですよ。外注化って言ってね、その収益で外注化して、で、そのお金でまた外注者を雇って、チャンネルを複数運営するって面白いことだと思うんです。でもね、ただ、こうみんなを騙すようなとか、時間取って無駄な時間過ごさせるような、このクソみたいな動画っていうのを作りたくはないので、やっぱり結構厳しく監視してます。なので、こういうね、くだらないようで再生回数稼いでるチャンネルからどんどんもうこう、駆逐していきたいと僕は思っているので、そして尊敬するチャンネルを真似ていこうとも思います。あとは、もっと資産を早く稼いでいきたいと思ってデイトレードについて研究し始めました。市場の情報、テクニカル分析、企業の情報、リスクの管理、トレードのプラン、感情の管理、取引の手数料と税金。こういうものが全部ね、可視化して思考としてまとめられたら、普通にテスラさんとか BNF さんみたいな何十億稼ぐような思考が完成するはずなんですよね。ただ完成するためには膨大な時間と研究がいるなっていうのを、ただ僕は仕事をしていない専業の投資家なので、ゆっくりね、研究していこうと思っています。最後に皆さんのコメントをお聞かせください。今回初めての企画で、今僕が監視している銘柄とアラーム設定を本当にさらっとね、値段だけ言いました。こんな感じで、もう少しね、情報を整理して企画としてね、テンプレートとしていくので、アラーム設定だけもう10銘柄を聞きたいっていう人だったら1番をね、そしてやっぱり前みたいに少しぐらい話が欲しいなっていう人は2番を、僕としてはね、予想としては2番じゃないかなと思っています。ただ、銘柄1週間に1つの動画で2銘柄行って終わりっていうのは少なすぎると思うし、ちょっと情報が多すぎるんじゃないかなと一般層の投資家には感じたので、以前みたいにめっちゃくちゃ説明はしないけど、結論だけどんな会社かっていうのがもうそうだな、情報の2分の1くらいの情報量にしようかな。それでアラーム設定と、説明のハイブリッドの、4銘柄、5銘柄を説明していきたいなと思うんですよ。それが2番。で、はい、証券番号9251で M&B で価格は999円、930円。はい次、はい次、はい次っていうのは1番。さすがにこれはすごいあっけなさすぎるし、説明聞いてる間にメモする人もいるでしょうから、多分2が多いよねと思うんですよ。だからバランスの問題なんですよね。もうビジネスとお金について考える投資の説明 YouTube チャンネルです。当チャンネルはパパに株の情報を教えて家賃を免除してもらっているチャンネルです。みんなもお金を増やす感覚をつかんで大切な人を幸せにするために強くなっていきましょう。それでは皆さん、遊びも仕事も全力でやっていきましょう。本日はありがとうございました。次回の動画でお目にかかりましょう。それではごきげんよう。またね。